どうも皆さんお疲れ様です。敷島テトラです。敷島毎週月曜日に配信をしてるんですが、先日配信でこんなやりとりがありました。初スパになります。ありがとうございます。東成田駅 Vlog からファンになりました。駅好き社員です。いつも楽しく動画を拝見しております。さて、私事ですが、週末に試験で千葉へ行くので、帰りに念願の東成田や国道駅などを巡る予定です。上記2つは必ず行くとして、他にどの駅へ行こうか迷っています。社長一押し、あるいは今気になっている駅などありましたら、ぜひご協力ください。茨城まで行けるんだったら、茨城県の龍ケ崎線っていう線があるんですけど、つり革がコロッケになっています。これに対する反応がみんな頭にハテナ浮かべまくってるような反応で、なんか敷島がいきなり意味わかんないことを言い出したみたいになってるんですが、本当にあるんですよ、コロッケの電車。本当につり革が全部コロッケになってるんですから、本当なんですよね。ただこのままだと敷島がただの頭おかしい人みたいになってるので、本当にあるんだよということを証明しようかなと思います。それでは早速行ってみましょう。というわけで、茨城県にある龍ケ崎市駅にやってきました。ここはもともと讃岐駅という名前の駅だったんですが、2020年に今の龍ケ崎市駅という名前に変更されました。個人的には龍ケ崎市駅ってあんまりしっくりこなくて、今でも讃岐駅って呼んじゃいそうになります。実は今日これから向かう場所は住んでいた場所とは違うんですけど、いろいろあって敷島にとってかなりゆかりのある地だったりするので、今回の動画は結構地元民的な感想が混じると思います。これから行く地域は敷島が大学入学をきっかけに上京するまではかなりの頻度で来ていました。なので個人的にも久々に行くのが実は楽しみでもあり、少し怖くあったりもします。そんな龍ケ崎市駅ですが、ここは JR 常磐線とは別に関東鉄道龍ケ崎線という私鉄が通っています。様子がおかしいと噂されているのはこの龍ケ崎線の方です。というわけで龍ケ崎線の駅の方に移動します。こちらの駅名は龍ケ崎線讃岐駅です。 JR の駅名を龍ケ崎市駅に変更するときに、私鉄の駅の方もそれに合わせるように要請があったらしいんですが、関東鉄道側が頑なに変えなかった結果、同じ場所にある駅名が線によって食い違うという現象が発生してるみたいです。敷島にとって X はいつまで経っても Twitter だし、龍ケ崎市駅はいつまで経っても讃岐駅なので、むしろこの関東鉄道の駅名の方が敷島的にはしっくりきますね。ちなみにこの龍ケ崎線は讃岐、入地、龍ケ崎駅のこの3駅を結ぶ大変短い私鉄で、始発の讃岐から終点龍ケ崎駅までは7分しかありません。めちゃくちゃ短い路線なんですよね。というわけで龍ケ崎線に乗ろうと思います。あれ、つり革のコロッケがないですね。あれって期間限定だったんですかねと思って調べたら、今乗っている車両は現在土曜の日中だけ限定で運行している特別車両らしく、逆にレアな車両らしいです。この車両はキハ532型機動車というもので、もともと龍ケ崎線のためだけに作られた車両なんだそうです。もともとはこの車両がメインで使われていたらしいんですが、1997年にキハ2001系、2002系という車両に入れ替わってからは、そのほとんどが廃棄されてしまったようなんですが、この車両だけは廃棄を免れて、現在は曜日限定で運行を続けているらしいです。この車両は1980年製のものということもあって、内装はかなりレトロで、これはこれでなんかいいですね。この車両の運行は15時までの時間限定の運行らしいので、敷島が帰る頃にはつり革がコロッケになってる電車が見られると思います。というわけで到着しました。龍ケ崎駅です。めちゃくちゃ田舎って感じですよね。先日母親に最近ドムドムハンバーガーが好きなんだよねっていう話をしたら、母親が昔龍ケ崎駅のここにドムドムハンバーガーのお店があったんだよって言ってました。それは本当なんでしょうか。少なくとも敷島が知っている一番古い景色でもここにドムドムがあった記憶がないんですよね。もしかすると敷島が生まれる前の話なんでしょうか。もしドムドムハンバーガーの所在地に詳しい人がいたら教えていただけると嬉しいです。駅前の商店街を歩いています。
この辺りは誰もいないし、お店もほとんどが廃墟です。この辺りは簡単に言うと旧市街のエリアです。もともとはこの辺がメインの市街地で人が多くて賑わっていたみたいなんですけど、ニュータウンの方が開発されると同時にこの商店街ではどんどん人が減っていった結果、この辺りの商店街は衰退してしまって、今ではシャッター街と化しています。現在この辺りは人もまばらで、若い人はほとんど出て行ってしまったみたいです。ニュータウンの方に住んだり、別の地域に移り住んだり、敷島自身もそうして茨城を出て行った人間のうちの一人なわけなんですけどね。それにしてもさっきからなんか知ってるはずなのに知らない景色を歩いてるような、ちょっと不思議な感覚があります。ここは市が運営する漫画図書館で、漫画が読み放題だったりインターネットが利用できる施設です。昔敷島もここを何度か利用したことがあったようなないような気がするんですが、かなり記憶が曖昧なんですよね。違う場所と記憶が混じってる気もします。土曜日なのに休みなんだと思っていたら、ここは今から8年も前に閉館しているようです。なんでここを紹介したかっていうと、龍ヶ崎線とあの謎のコロッケつり革の関係を説明するのにここは大事な場所だからです。2001年に龍ヶ崎の商工会の女性たちがこのマインに集まる子どもたちのためにマインコロッケという商品を開発しました。この商品は大人になっても思い出に残るようなものを食べてもらいたいという願いを込めて生まれたそうです。このマインコロッケをはじめとして龍ヶ崎市内では今でもご当地コロッケが楽しめるお店がたくさんあるみたいです。なので龍ヶ崎線のつり革のコロッケは何の脈絡もなくついてるわけじゃなくて、この地域の町おこしの一環だったわけですね。ちなみにこの謎の生き物はマイリュウくんです。地元の学生が考えたキャラクターらしいです。あれ、こんな建物あったっけと思って眺めていたら、中からおばちゃんが出てきて、コロッケですかと聞かれました。とりあえずはいと言ったら、中に入ってメニューを選んでくださいと言われました。入ってみて分かったんですが、どうやらここはコロッケを販売しているお店だったらしいです。せっかくなら食べてみるかと思ってとりあえず注文をしました。メニューがめちゃくちゃいっぱいあってすごく迷ってしまったんですが、とりあえず一番定番だということなのでじゃがいものコロッケと、もう一個は一番変なコロッケを頼もうと思ってリンゴのコロッケを注文しました。ここは噂のマインコロッケを販売しているお店だったようですね。実は食べたことないんですよね、マインコロッケ。急に観光っぽくなってきてなんか楽しいですね。というわけで来ました、マインコロッケです。揚げたてのコロッケってマジで久々に食べたんですけど、めっちゃ美味しいですね。揚げたてなので衣がもうザックザクで、もう食感が最高ですね。コロッケって肉感が強いものだったり芋がゴロゴロしているタイプとかいろいろあると思うんですけど、これはペースト状の芋が入っているタイプのやつでした。敷島はね、コロッケにあんまり肉は求めてなくて、とにかくね芋を入れてくれよっていうタイプなので、これは好みのタイプでした。そしてもう一つのリンゴコロッケですが、これはねめちゃくちゃユニークで良かったです。じゃがいもメインのコロッケの中に火の入ったリンゴがゴロゴロ入ってるタイプのコロッケで、普通のコロッケよりさっぱりしてる感じがあっていいなって思いましたし、味もねすごく美味しかったです。スイートポテトにリンゴを合わせることもあるし、じゃがいもとリンゴも案外相性いいのかなって思いました。実は初めて食べたマインコロッケ、揚げたてでめっちゃ美味しくて満足でした。ごちそうさまでした。ちなみにめっちゃどうでもいいんですけど、お店の店先にいたこのキャラ、茨城のゆるキャラでハッスル肛門っていう名前なんですけど、水戸黄門に助走つけてぶん殴られそうな名前しててめっちゃ好きなんですよね。そういやハッスル肛門って最近見ねえなと思ってさっき調べたら、2019年に夜年並みを理由に隠居引退しましたって書いてあって、めっちゃ笑いました。ハッスルしても年齢には勝てなかったか。
Google マップでいろいろ見ていたら龍ケ崎駅の目の前にクラフトビールのブルワリーを発見しました。こんな場所にブルワリーなんか絶対なかったと思うし、というか龍ケ崎にクラフトビール文化なんてなかったと思うんですよね。本当にこんなところにブルワリーがあるんでしょうか。インスタグラムでタップルームの営業日を確認したところ、土日営業らしく今日もやってるみたいです。あまりにも運が良すぎるし、これは絶対行くしかないだろう。というわけでやってきました。とこしえ醸造さんです。ここでは飲みやすいビールをたくさん作ってるらしく、現在は5つのビールがつながっていました。とりあえずまずはビールを飲みましょう。1杯目は水音というビールを頼みました。セッションラガーというスタイルでアルコール度数も 3.5% とかなり低めでサクサク飲めちゃいました。外が暑い今日みたいな日には最高に合うビールでしたね。お店には4人くらい常連っぽいお客さんがいて、なんか初見のやつが来ちゃってすいませんみたいな気分だったんですけど、思った以上にアットホームな雰囲気で、敷島のような初見ぼっちでもめっちゃ楽しめる感じのお店でした。1杯目をあっという間に飲み終わってしまったので、2杯目に行こうと思います。2杯目は白い波というビールにしました。スタイルはヘイジーペールエールということなんですけど、これもまた全然重すぎなくて、本当に飲みやすいビールを作ることにこだわってるんだなぁと思いました。そんな感じでしばらく飲んでいると、常連のお客さんが近所のお店からコロッケを買ってきてくれました。このタップルームはおつまみの持ち込みが OK だそうなので、こんな感じで近所のお店で龍ケ崎コロッケを購入してビールを飲むなんてことが実現できます。なんか最高だな。揚げたてのコロッケが出てきました。こっちが紅生姜のコロッケで、こっちが枝豆とチーズのコロッケです。個人的には紅生姜のコロッケがね、めちゃくちゃおつまみでかなり好みの味でした。2杯飲んで帰ろうと思ったんですが、お客さんの一人がその時お店にいた人に1杯ずつおごってくれたので、ありがたくいただくことにしました。感謝感激ディストピアだ。というわけで3杯目は空の雫というビールにしました。近くの利根町というところで作られた甘夏を使ったフルーツセゾンらしいんですが、少し苦味がありつつも爽やかな一杯で美味しいですね。どのビールも飲みやすくて、今日みたいな暑い日にはぴったりだなと思いました。というわけで3杯飲んで退店。ごちそうさまでした。引き続き市街地を散歩しています。こんな昼間っからお酒を飲んで酔っ払いながらこの街を歩いてるなんて、なんてダメな素敵な大人になってしまったんだろうと思います。高校生までの敷島が今の自分を見たらどう思うんでしょうか。最後に今どうなってるのか一つ気になる場所があったので、そこに行ってみようと思います。駅の近くにある商業施設です。そこは敷島の記憶の中でもかなり寂れたショッピングモールだったというイメージがあるので、今もあるのかすらちょっと謎です。ありますね。建物自体はまだ残ってますが、かなり年季が入ってますね。まあ確かに昔敷島が行った時も古い建物だなぁとは思ってましたからね。立ち入り禁止になってます。ここ潰れちゃったんですね。ここは地方によくあるショッピングモールって感じの施設だったんですけど、敷島の記憶にはないんですけど、もっと昔は小さな映画館も入ってるような商業施設だったと母親から聞きました。潰れちゃったのか。敷島は廃墟が好きなんですが、廃墟って大体廃墟になってから知った建物ばっかりじゃないですか。でも営業していた頃に自分も利用したことがある建物が廃墟になってると、なんかとても不思議な気分になりますね。ちなみに表の方に回ってみたら、完全に潰れてるっていうわけではなくて、一部がパチンコ屋として使われていました。ただここは商業施設としては完全に終わってしまったみたいです。これ山奥すぎない絶妙なレベルの田舎あるあるだと思うんですが、パチンコ屋だけがやたら元気だったりしますよね。なんかバカでかいパチンコ屋とかが結構街中にあったりするんですよね。そんなにパチンコ屋があっても行く人いなくないかと思うんですけどね。というわけで駅に戻ってきました。薄暗い駅舎に誰もいなくて、ちょっとリミナルスペース感がありますね。少し寂しい気分になると同時に、なんか懐かしい気分になります。茨城を出る前の敷島は自分のいた環境があんまり好きではなくて、君の名はで三葉が言ってた来世は東京のイケメン男子にしてくださいみたいな、なんかこうずっとここではないどこかに行きたいなーみたいなことを考えてたわけなんですが、まさかこうして戻ってきてこの辺りを歩いて、
なんか楽しいかもっていう気分になるとは思わなかったですね。意外な発見でした。あ、帰りの電車が来ました。今回の車両は1両編成だったので、待ってた乗車位置に電車が来ませんでした。この辺りの電車は1両で事足りるんですね。あ、コロッケですよ。見てくださいよ、このコロッケのつり革をずらっと並んでるでしょ。この車両全部コロッケのつり革なんですよ。しかもお誕生日席的な位置にあるつり革は俵型コロッケになってるという謎のこだわりも発揮しています。なんか可愛いですね。というわけで大量のコロッケと一緒に輸送されて讃岐に戻ります。というわけで今回は龍ヶ崎線にあるコロッケのつり革の電車を見るために龍ヶ崎の旧市街地を散歩しました。今回の外出はかなり自分の個人的な記憶と混じってなんだか不思議な気分になりましたね。駅前にブルワリーができていたことについてはなんだかまた茨城に帰ってくる理由ができたみたいで、なんか嬉しいなって思いました。敷島が高校生までよく行っていた街がコロッケをつまみながらクラフトビールをしばける街になっていて、なんかめっちゃ良かったです。皆さんもコロッケの電車に乗った後にコロッケとビール同時に楽しみてえなーという時などに行ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまで。また次回の動画でーす。